ドリームランナーチャンネル。はい、皆様こんにちは。ドリームランナーチャンネルのお時間でございます。今日、そうさんと特別ゲストの方、後でご紹介ゆっくりいただきますけれども、方に来ていただきまして、実写ブロス650を、使って、噂の総乗り、当時ね、僕らがまだ、相当若い頃に、オートバイ誌ですごく一時取り上げまして、なんじゃこの乗り方はっていう我々の若い頃には、ほんとびっくりだね。当時ってオートバイ乗ったらそのまま体勢かっていうのが基本だったじゃないですか。で、せいぜいあっても腰を落とすとか、そういう感じでしたもんね。はい。そこに、なんじゃーって感じでしたもんね。そのなんじゃーをちょっと説明いただこうかなということで、はい、今日はまさにお弟子さんですので、そうさんのお口からさっきも言ったようにご紹介をいただいて、私はちょっとカメラマンとして徹しますので、一回この画面から消えますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあそうさんよろしくお願いします。はい、どうも、高野くん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。彼はですね、SRT、そうレーシングチームの、一員として、今も頑張ってですね、活躍していただいてます。高野博文選手です。国際 A 級です。今日たまたま、遊びに来てもらいまして、で、今日はこういうYouTube で、撮影があるよということで、早速、その総乗り、自分の口よりも、いつも一緒に走って、くれてる、後ろから見てもらってる、その高野選手に、説明してもらえれば嬉しいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。まず、総乗り。そうですね。私ももう35年以上前ですけども、なんでこういう名前がついたのかということでですね、まず、その三原則。一つ、安全に。二つ目、華麗に。そして三つ目が、速く走る。そういうその乗り方を、自分がライダーとしてずっとやってきた中での、走り方を街中に、皆さんに、同じような形でですね、試してもらおうということで、発表しました。発表したっていう大げさな問題じゃないですけども、それが一つの乗り方で、当時は峠の走り屋ですとか、そして結構無理した、走りで、事故を多く、起こしたとかっていうこともありましたけども、とにかく事故を起こしては何もならないので、とにかく安全に、綺麗に、そして速く走るという乗り方を、モーターマガジン社の方で取り上げていただきました。今日は、高野くんにいろいろその乗り方を説明したいと思います。してもらうと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続けていいですか？はい。はい。じゃあ、基本的に、総乗り、ハングオフ、いや、今ね、我々ね、我々でハングオンって言い方をしますが、これの、走りですよね。で、公道で走るときは、当時のオートバイは、バンク角が浅かったために、スタンドがついてしまい、それで、タイヤが持ち上がって転んでしまうっていうこともよくありました。で、ハングオンスタイルを、採用することで、バンク角をかなり稼ぐことができて、それで速く走れると。ただ、ソウさんの場合はですね、さらに、タイヤの、グリップ感を高める。そういうところも含めて、すごく、前後のサスペンションのトラクションを、利用して、より速く走るっていうのを、追求した乗り方になっています。実際にですね、体重移動するのはそうなんですけど、ものすごく、イン側のステップっていうのに、コツがあります。真後ろで見てますと、ほとんどの人が普通に足を、つま先立ちにしてるんですが、
つま先がもっとこう上がるんですね。で、これによって踏み込みがすごいしっかりと入れることができる。それで、リアタイヤの荷重がぐんと上がるんですね。で、それに旋回がすごく小回りができ、で、その後に、アクセルを開けることにだんだんと外足に体重がかかってきて、早く加速して抜ける。こういう形の流れになります。で、私が後ろで見てみますと、宋さんの走りとは、すごく、速いんですが、一つ一つの段階があるんですね。で、コーナーに近くなると、当然、イン側に体が来るんですが、来たと同時に足首がクッと上がるんですね。で、このクッと上がったところから、ギュイッと踏み込む瞬間が見えるんです。で、そこからアクセル、ギュッとアクセルを開け出すと。そして、旋回を始める。これがはっきり後ろで見て、スローモーションのように見えるんですね。で、切り返しになったらと、またそれがすぐ同じ作業が左側にやってきて、で、ちょっとステップは前に、外側のステップは前に来るんですが、イン側のステップがまた、ぐいっと足首が上がり、そして踏み込む瞬間が出します。そこで旋回が始まる。そういう流れを、安定して、毎回同じ。宋さんは意識的にやってるわけじゃなくて、多分ほぼ無意識でやってると思うんですが、我々にははっきりと、段階をちゃんと計算しながら、やってるように見えます。普通のね、それを当時雑誌で見ていたライダーたちは、普通にそれを振り込みをなしで乗ってたんで、結構タイヤのグリップを得られずに転んだ方は多かったと思います。でも、当時、総乗り、総乗りと言われてたんですが、このステップの踏み込みっていうのが一番大事だったと思ってます。それと、ね、総乗りをやると、腹筋が非常に疲れるんですよ。で、それは腰を使ってるからですね。ほとんどシートに、ドカッと座らずに、いつでも動けるように、そして腰をこう入れるんですね。それによって、オートバイの前後のサスペンションにうまくトラクションをかけてもらうことができると。こういう乗り方が、基本的な総乗りっていう、極意だったんですね。そうですね。それが今ではハングオンっていう名前になってますけども、今の若いライダーはそれをもっと極端にやってる状況ですね。そうですね。もう、すごいですね。で、タイヤも良くなってるし、マシンも良くなってるから、あそこまで指示がつくほど、コーナリングができるということだろうと思うんですけどね。はい。昔はそんな感じで、一応安全に走行を、なんていうんですか。ね、バイクを。より早く。そうですね。そんな感じでしたね。ちょっと自分で言うのも、その総乗りをね、その解明というのはなかなか難しいと思うんですけど、本当に。リーンウィズでしか走ってなかったライダーたちが、急激にね、イン側に腰を落として、そして足を出して曲がる。で、本来はね、膝はバンクセンサーの代わりなんですけど、そこまで、行動では倒すことは難しいんですが、それに近い、すごくレーシーな、かっこいいスタイルで曲がるっていう、そのね、姿っていうのを、我々にイメージしてくれたのが、総乗りだったってことですね。はい。いやー、ありがとうございました。じゃあちょっと、そちらに回らせていただきます。はい。わかりやすかったですよね。普通に、僕なんかも実はね、ちょこっとレースかじったんですけど、腰を落としてヒュッて足を出せば、それがハングオンっていう風なイメージがあったけど、やっぱりそのつま先で押し込むっていうんですかね。ちゃんと荷重をかける。これが一番大事だと。そうですね。書くだけじゃないぞと。意味があるぞというところですよね。はい。これは、そうさん先日、NS もそうですけど、時代になったら16インチになって、っていう、お話としてはその後のお話に、そのりはなってくるんですけど、やっぱり18インチ、19インチの比較的古い
オートバイの大きなタイヤええから、まあ、今時のね、レーサーレプリカともかくとして、その手前ぐらいまでは全部に対して有効であって、そうですね基本の乗り方の基本ですよね。基本ですね。ですよね。はい。ぜひ公道じゃなく、ええ安全運転で、ええ試していただいて。そうですね。そうですね。はい。で、それで、ちゃんと腕前を上げるという一つになればよろしいかと思います。はい今日はありがとうございました。どうもよろしくお願いします。どうもありがとうございます。